はい、どうも、時志亮太です。今日は久々に社長と動画を撮りたいと思います。今回はですね、こちらのしのぎなしの切り付け包丁。で、サイズは3徳ぐらいのサイズなんですけど、刃渡り180ぐらいですね。こちらをどんな感じの使い心地なのかっていうのをちょっとレビューしていきたいと思います。で、型場なんで、裏すきがあるんですけど、表側、普通型場ってしのぎって言って、こんな感じで、ここに段差があるんですけど、これが通常の型場の包丁です。で、今回のこちらは、この表面に段差がなくて、全体つるっとしたハマグリ刃の形状の包丁になっています。で、裏はちゃんと裏すきがあるので型場の構造なんですけど、しのぎがない型場の包丁っていう感じですね。で、こちらの包丁あんまり出回ってないと思うので、こちらの包丁の使い心地がどんな感じなのかっていうのをお伝えしたいなと思ってます。で、こちら表側を鏡面にしてあって、包丁の鋼材は白紙2号ですね。なので炭素鋼系の錆びるような包丁になってます。で、錆びる代わりに切れ味がいいっていう感じですね。で、小型の切り付け包丁なので、ちょっとこんな感じの、ちょっと剥き物っぽい形ですね。ただちょっと刃先がこの R がついてるんで、食材普通にいろいろ切るときとかも切りやすい形状になっています。はい、ということで、社長と一緒に使っていきたいと思います。はい、で今回切る食材は今ここに出してるやつになるんですけど、一般家庭とかでよく使うような食材と、刺身ですねを用意しました。なので、こちらのトマト、一番切りにくい食材かなと思います。野菜の中で。で、次に人参で、あとは大根ですね。大根はちょっとかつらむきしてみたいなと思ってるのと、これ割れるかどうかっていうのもちょっと見ていきたいなと思います。で、次こちらですね。これ薬味用のネギなんですけど、お家ではあんまり刻まないかなと思うんですけど、料理人さんとかはよく刻むと思うので、これの使用感どんな感じか見ていきます。あとはリンゴですね。で、かぼちゃ。かぼちゃも切りにくい食材でよく思い当たるところかなって思いますので、こちらも切ってみたいと思います。で、あとは刺身。今回はマグロとタイを用意しました。マグロの赤身。で、あとタイですね。タイに関しては、若干切りにくい刺身に入ってくるので、これもどんな感じの切り心地か見ていきます。はい、ということで早速お願いいたします。はい、ということでまずはトマトですね。これ切ってみたいと思います。じゃあ、とりあえずスライスしてみます。切りやすい。切りやすい。しのぎない方が切れ味は良さそうですね。表面なのもありますけど、ヘタだけ取って切りやすい。こんな感じで。うまいからじゃあ切り方いやもちろん切り方もありますけど、いやでもめっちゃ切りやすいですね。やっぱ水分多いんで表面が使いやすいかも。してみますか。めっちゃ切れてるやん。力いらんわ。いい感じですね。はい、じゃあちょっとトマトの薄切りもやってみたいと思います。切りやすいですね。ちょっと長さが短いんで、ちょっと一回じゃいきにくいですけど。めっちゃ綺麗。刻みもんみたいにトマト切ってみます。普通トマトこんな感じで切ると、潰れて切りにくいんですけど、今見てもらったように綺麗に切ることができます。ということでトマトこんな感じですね。ヤコネギですね。これ切っていきます。2個ぐらい重ねますね。でも切りやすい。ちょっと柔らかいとこと硬いとこ一緒にしてどんな感じで切れるか見ていただきます。
切りやすい。うまいわ。やっぱちょっと R があるんでネギもくっつきにくく切ることができますね。しのぎなくても全然問題なく、ちなみに今トマトと青ネギ切ったんですけど、こんな感じです。やっぱ白煮なんでちょっとサビがやっぱすぐ出てきますね。で裏もこんな感じでサビの膜が出てくるんで、ここら辺のメンテナンスは液体研磨剤とかでつどつどやってあげる必要があります。はい、では次人参、こちら切ってみたいと思います。やっぱ人参になってくると表面でちょっと引っかかりが出てきますね。なんか滑りが悪いです、微妙に。皮むきはしのぎなくてもやりやすいですね。やっぱ片刃の裏すきさえあればかなりしやすい感じですね。じゃあ一回半分に切ります。やっぱひっつきますね。ちなみに引き切りだと、引き切りでもひっつきますね。なのでここら辺はしのぎがある方が切りやすいかも。もしくは表面が邪魔してるか、どっちかですね。表面しのぎがないっていうよりは表面のせいでちょっと切りにくいって感じがありますけど。そうなの。なんか切れそうやろな。なんでこういうのは多分養蜂っぽく切る方が、こうやって切る方がまた切りやすいです。こうやって。こっちだったら、そんなに影響なく切れるんで、表面でこの和包丁のこの押し切りで引っかかるって時は、こっちの切り方の方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと薄くも切ってみます。薄切りは全然問題ないですね。やっぱちょっと厚みがある切り方は引っかかりが気になる。でも薄切りでも若干気になるな、やっぱ。やっぱちょっと滑りが悪いですよね。なんで表面も向き不向きがあるので、こういう時は木戸仕上げとか、普通に霞仕上げとかの方が切りやすいですよね。でちなみにこれ表面仕上げなんですけど、反対側はこれ木戸仕上げなんで、こんな感じっていうイメージですよね。木戸仕上げっていうとこういうこの研ぎ目がしっかり見えてるような感じになっています。なので表もこっちの仕上げにするか、ここ普通に砥石で研いで霞にするかっていうのが、こういうのは切りやすいかなって感じですね。はい、じゃあ次大根切ってみましょう。こいつはかつらむきにしてみます。やっぱなんかちょっと詰まってる感じはありますね。
面じゃない方が切りやすいかも。しのぎある方がちょっと切りやすいかなって感じはありますね。大根は人参と違って切りやすいですよね。全然切れますね。じゃあ大根こんな感じですね。じゃあ次がかぼちゃ、硬い代表格のこいつを切ってみたいと思います。めっちゃ斜めっとはい、こんな感じです。次はちょっと厚めに、煮物用とかぐらいのサイズで切ってみます。やっぱ強めじゃない方が切りやすいのは切りやすいですね。やっぱこの表面のとこでちょっと詰まるので、それが結構危ないかもしれない。ガタガタガタってなって、このぐらいのサイズでもこんぐらいなんで引き切りも厳しいからですよね。すごいな。こういうのも結構こんな感じですね。こういうのはこっち向きで切った方が切りやすかったりはします。ちょっと片刃なんで斜めるんですけど。じゃあリンゴ切ってみたいと思います。半分で、リンゴはしのぎなしの方が切りやすいですね。ちょっと後で切りやすそう。見てて。で表面もかなりいい感じです。こんな感じでかなり切りやすいですよね。気持ちいい。引き切りよりも押し切りかな、切りやすさは。美味しい。なんかリンゴ鋼で切っても美味しいですね。押し切りの方が切りやすい。切りやすい。なんか腕上がったからもう。気持ちいい。いい感じですね。気持ちいい。リンゴこんな感じです。じゃあ次はいよいよお刺身系ですね。とりあえずマグロからやりましょう。マグロはもう普通にこっち向きで引き切りで切りたいと思います。切りやすい。全然しのぎなくても切りやすいですね。全然問題ない。もう切りやすさ。力でいってた。1回でいこうとして力でいってます。足らんわもう。美味しい。じゃあ続きましてラスト。切りやすい。表面なんかいいですね。しのぎなしのはもう全然切りやすいです。何今の音何が起きたの？かけた？いけてる。いけてる。ここにペッて引っかかったよな。切りやすいわ。今までのと全く違うって、タイってほんま切れへんかったんやって。なんかプロっぽくない？怖いですね。切りつき向いてないかもしれないですね、社長。でもほんまに切りやすい。スッと入る。前までやったらタイついてきとったやんか、包丁に。やっぱ表面やな。美味しい。なんで今回のタイの刺身あったんで、
切りやすかったですけど、昆布締めとかになってくるとやっぱ鏡面だと人参切った時みたいに引っかかってスムーズに進まなくなるんで、そういう時は霞とかの方がやっぱいいですね。ちょっと勉強になったの。はい、ありがとうございます。でちなみに今の包丁の状況こんな感じです。はい、見えてんかな。こんだけ食材切って、こんぐらい錆びるっていう感じですね。でもこれはこれでね、僕は見た目的には好きですよ。美味しい。こういうのなかなかそれを食べようと思えへん。やっぱ白煮で切った時のこの味っていうのがやっぱ一番美味しいと思ってるんで、いいっすよ。美味しい。なんでね、皆さんもぜひ白煮使ってみてください。はい、ということでですね、この錆びてしまった鋼の包丁があると思うんですけど、こちらのメンテナンス方法を最後お伝えして終わりたいと思います。こんな感じで錆びちゃってるんですけど、こういう液体の研磨剤、これホームセンターに売ってるやつなんで、こういうのを使うか、僕が一番好きなのはシェイクモーリーってやつですね。あれが一番綺麗に取れます。で、こういう液体研磨剤使うときは、ティッシュ1枚取ってもらって、でこれをちょっときれいめに畳んでいきます。で、このぐらいのサイズに畳んでもらいましたら、この液体研磨剤ですね。これを包丁の上に垂らしてあげます。で、とりあえずこいつを伸ばすような感じで全面にコーティングします。ここから磨いていくんですけど、この包丁の背の方、こっち側、刃がついてない方は普通にこうやって磨いてもらっていいんですけど、刃の方こうやって磨くと、この刃先に当たった時に切れ味落ちちゃうので、こうやってこの刃の方向にティッシュを逃がしながら磨いてあげてください。そうすると切れ味も落ちにくいです。で、あとこのやつ、このホームセンターで売ってるこの SEK っていうシリーズのやつは水溶性なので油が含んでないんですよ。なので乾いてきたらこの滑りめっちゃ悪くなるんで、ちょっとずつ水で濡らしてあげて拭いてあげると磨きやすいです。で、油の方は磨きやすいんですけど、油取り除くのが結構大変なので、それが気になるって人は、こっちの水溶性の方が便利ですね。はい。で、こいつで軽く磨いた感じはこんな感じになります。錆びまだちょっと残ってるんですけど、これをもうちょっときれいに取り除きたいときは、こいつのもうちょっと番手の低いやつ使うか、ピカールネオが4000番ぐらいなので、あれ使うか、シェイクモーリー使うかしたら結構きれいに取れます。はい、こちらですね、シェイクモーリー。これを使ってもらうのがおすすめです。で、これもやり方は一緒です。さっきと同じようにつけてもらって、はい、さっきよりもティッシュ黒くなってると思うんですけど、この黒いのが磨けてる証なので、これがめっちゃ黒くなればなるほど結構磨けてってるって感じですね。はい、こんな感じでざっと磨いたんですけど、まだやや残ってますが、結構綺麗になったんじゃないかなと思います。綺麗。はい。茶色いサビとかは全部落ちましたね。ちょっと型がここら辺残ってるかなって感じですけど、こんな感じでメンテナンスもできますので、鏡面に限らず鋼の包丁をお持ちの方はつどつど磨いてあげてください。で、磨くとどうしてもちょっと切れ味落ちるんで、1000番以上とかでこまめに研いであげるのがいいかなと思います。ということで今回はこちらのしのぎなしの片刃の包丁ですね。で、さらに鏡面のタイプ、こちらでいろいろ試し切りしてみました。で、このしのぎなしの包丁のレビューとかあんま見ることないかなと思うので、こんな感じで切れるんだなっていうのを参考にしていただければ嬉しいです。で、これ定番商品じゃないので、実行の店舗でもたまに置いてるんですけど基本あんまりないです。なので見かけたらラッキーぐらいの気持ちで見に来ていただければいいかなと思います。で、どうしてもオーダーしたいって方はオーダーも承ってますので、ぜひご連絡ください。で、鏡面なし版も全然できます。霞版。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。